宇宙に存在する神レベルの文明とは。カルダシェフスケール全解説。第1章、宇宙に広がる生命の可能性。宇宙の真実が今静かにその姿を表そうとしています。私たちが暮らす地球、それは天の川銀河という一つの銀河の中に浮かぶごく小さな惑星に過ぎません。しかしその小さな惑星から宇宙を見つめた人類はある衝撃的な事実にたどり着きました。2009年 NASA が打ち上げたケプラー宇宙望遠鏡は惑星探査という目的のもと数年にわたり空を見上げ続けました。そして得られた観測データは科学者たちの想像をはるかに超えていたのです。それは天の川銀河の中に地球のような生命居住可能な惑星が数十億個も存在する可能性があるという事実でした。しかもそれはこの銀河だけの話ではありません。私たちの宇宙には天の川銀河のような銀河が少なくとも2兆個以上あると考えられています。つまり生命が生まれるチャンスは天文学的な数だけ存在しているのです。この発見が意味するのは人類が宇宙で唯一の知的生命体である可能性が限りなくゼロに近いということです。実際科学者たちの議論の焦点はすでに変わりました。宇宙人は存在するのかという問いはどうやって宇宙人を見つけるのかシフトしつつあるのです。しかしそこで新たな疑問が生まれます。もし他の文明が存在するのならそれはどのような姿をしていてどのような発展段階にあるのでしょうか。私たちは自分たちの文明を基準にしか考えることができません。けれど宇宙には地球とは比べ物にならないほど高度な文明が存在する可能性があります。それらを理解する手がかりとして注目されているのがカルダシェフスケールという概念です。これは文明の発展をエネルギーの利用規模で分類した考え方であり、宇宙における文明の段階を示す一つの目安となります。このスケールに当てはめると現在の人類文明はまだ最も低い段階に過ぎません。しかしそれよりもはるか先を行く文明がすでにどこかに存在しているとしたら、私たちの常識では想像もつかないような存在が遠い星の下で活動しているとしたら、本ナレーションではこのカルダシェフスケールを軸にして宇宙文明の発展の全体像をたどっていきます。レベル0からレベル7へ、人類が未だ想像すら及ばない未来の技術、生命、存在の形に迫っていきましょう。第2章、カルダシェフスケールとは何か。宇宙にはどれほどの文明が存在するのでしょうか。私たちがまだ見ぬ知的生命体は一体どこまで発展しているのか。この問いに対しある一人の天文学者が一つの指標を提案しました。それがカルダシェフスケールです。1964年、ソ連の天文学者ニコライ・カルダシェフは文明を比較するための方法としてエネルギーの利用規模に注目しました。文明は成長とともにより多くのエネルギーを必要とします。火を使い機械を動かし都市を築き、やがて宇宙に手を伸ばすようになる。その全てはエネルギーを手にした結果です。ならば扱えるエネルギーの量こそが文明の発展段階を示す最も客観的な指標になる。カルダシェフはそう考えました。彼が描いたスケールでは文明はいくつかの段階に分類されます。最初の段階では自分たちの惑星にある資源だけを利用して生きています。木を燃やし石油を掘り限られた資源に頼りながら日々の生活を支えているのです。その次の段階に進めば惑星全体のエネルギー、つまり地震や風、太陽光などの自然現象を自在に使いこなすようになります。さらに発展すると恒星から放たれる膨大なエネルギーそのものを回収し文明の糧とすることができるようになります。そして最終的には銀河にある無数の恒星を制御しエネルギーを絞り出す存在に進化していくのです。このスケールは直線的ではありません。一段階進むごとに必要なエネルギー量は桁違いに増えていきます。つまり進化すればするほど文明はまるで別の存在へと変わっていくということです。現在の地球文明はまだこのスケールの第一段階にも届いていません。私たちが使っているエネルギーのほとんどは未だに化石燃料に依存しています。再生可能エネルギーの開発は進んでいるものの自然を完全に制御できているとは言えません。このままの状態では次の段階へ進むことはできないのです。カルダシェフスケールは未来の文明を空想するための道具ではありません。それは今の私たちがどこにいてこれからどこへ向かうのかを知るための地図です。他の惑星に文明があるとすればその位置を測るためにも必要になります。そして何より自分たちがどこまで到達できるのかを問い続けるためにこのスケールは存在しているのです。第3章、レベル0、地球文明の現在地。現代の人類は情報を一瞬でやり取りし宇宙へ探査機を送り
AI によって社会の形さえ変えつつあります。けれどカルダシェフスケールの視点で見ると、私たちの文明はまだレベル0に分類されます。これは自分たちの惑星にある限られた資源だけを使って生き延びている段階を意味します。現在のエネルギー構成を見ればそれがよくわかります。私たちが利用しているのは石炭、石油、天然ガスといった化石燃料が大部分を占めています。これらは限りがあり、地球の内部に長い年月をかけて蓄えられた過去の遺産です。そして使えば汚染をもたらし、気候や環境に深刻な影響を与えるという代償も抱えています。エネルギーを得る方法としてはすでに原子力発電も実用化されていますが、こちらはウランなどの核燃料に依存し、放射性廃棄物の処理という重い課題を抱えたままです。再生可能エネルギーも登場しましたが、自然の気まぐれに左右されやすく、安定供給にはまだ不安定な部分があります。太陽光や風力を活用してはいるものの、全体の電力需要を完全に支えるには至っていません。このように地球文明は未だ自然そのものを制御しているわけではなく、自然の一部を借りている状態にあります。台風一つ、地震一つで都市機能が停止するように、私たちはまだ自然の圧倒的な力に逆らえない立場にあります。つまり惑星全体のエネルギーを掌握するどころか、その一部をようやく使い始めたに過ぎないのです。また移動手段や輸送の多くは化石燃料に頼った内燃機関に支えられています。電気自動車や水素エネルギーの技術は発展しつつありますが、それらが社会全体に浸透するにはもうしばらく時間がかかります。航空機、船舶、工場、都市のインフラに至るまで、依然としてエネルギー効率の低い方法が多く使われているのが現実です。情報技術や医療の進歩は目覚ましいものがありますが、それらはエネルギーの質と量が支えているからこそ成立しています。文明をさらに進めていくには、まず基盤となる力を根本的に変えなければなりません。それがより大きく、より持続可能なエネルギーの確保です。レベル0の文明は言い換えれば自立していない文明です。自然に依存し、限界のある資源を切り崩しながら未来を目指している。それでも人類はそこからの脱却を少しずつ始めています。再生可能エネルギーの拡充、核融合技術の研究、そして宇宙太陽光発電のような新しい構想、それらは次の段階、レベル1への足がかりとなるでしょう。しかしそこに到達するには、ただ技術が進むだけでは不十分です。政治、経済、倫理、そして人間の価値観そのものが変わっていかなければなりません。膨大なエネルギーを扱える力を持った時、それをどう使うかが文明の成熟度を問うことになるからです。レベル0とは文明の最初の扉です。私たちはまだその前に立ち、鍵を探している段階に過ぎません。第4章、レベル1、惑星文明の目覚め。惑星文明とは、自らが暮らす惑星全体のエネルギーを自在に使いこなせる段階を指します。火山の熱、海流の力、大気の動き、そして太陽の光、こうした自然のすべてが文明の燃料となり、計画的に制御されるようになります。この段階では化石燃料に頼る必要はありません。文明は核融合によって安定して巨大なエネルギーを得ることができます。核融合は太陽の内部で起こっている反応と同じ仕組みです。軽い原子を融合させて重い原子を作ることで莫大な熱と光が発生します。しかもこの反応には有害な副産物がほとんどなく、資源も海水中の重水素から取り出すことができるため、環境への負荷も極めて小さいのです。核融合が安定的に稼働するようになると、エネルギーの供給に限界はなくなります。電気代という概念が薄れ、インフラはほぼ無限に稼働可能となります。交通は全て電力化され、航空機や貨物船も再生可能エネルギーや核融合を動力源とする未来が実現します。家庭や都市の電力もほぼ無料に近い形で提供され、経済構造そのものが書き換わっていきます。エネルギーの安定供給は他の分野にも連鎖的な革新をもたらします。農業では天候に左右されずに作物を育てる人工光合成が普及し、食料不足は過去の問題になります。医療では膨大な電力を要する再生医療やナノマシンが標準となり、失われた機能や臓器をほぼ完全に回復させることが可能になります。人類の寿命は大幅に伸び、病気の多くは予防か初期段階での完全な治療が当たり前になります。この文明の特徴の一つは、自然を守ることと自然を超えることが両立している点にあります。かつて破壊されていた森林や海洋は修復され、大気や水質もクリーンに保たれます。一方で、生活圏は地表だけでなく、空中や水中、さらには月面や軌道上にも広がっていきます。人類は惑星規模で移動し、働き、暮らすようになり、
地球という一つの装置全体を使いこなすようになります。教育や情報伝達も変わります。知識はリアルタイムで脳にインプットされ、言語や文化の壁はほぼ消滅します。教育格差は解消され、全ての人が高度な知識と技術を扱える社会が実現します。働くという概念も大きく変わり、強制的な労働から解放された人々は創造や探求、精神的成長へと向かうようになります。また宇宙へのアクセスも格段に進化します。地球軌道への輸送は日常化し、火星や金星への有人探査も一般的になります。小惑星からの資源採掘が始まり、地球外にエネルギーと資源の供給源を持つことが当たり前となります。このレベルに到達するまでには、科学技術だけでなく社会全体の成熟が必要です。あらゆる国家が協調し、個人の意識も高まり、力を使う責任を共有できるようにならなければなりません。力を得るということは、それをどう使うかという倫理を問われるということです。惑星文明は力と調和の両立によって初めて成立します。その到達にはおそらく100年単位の時間が必要とされますけれど、確実に人類はその方向に進みつつあります。そしてその先に待っているのは、星の力そのものを手にする文明。第5章レベル2、恒星文明と大尊級。恒星は宇宙で最も安定した巨大なエネルギー源の一つです。レベル2の文明はその恒星から直接エネルギーを取得し、制御できる段階に到達します。もはや惑星規模の技術では足りなくなり、文明は恒星そのものを相手に活動するようになります。このレベルにおいて象徴的な存在がダイソン級と呼ばれる巨大構造体です。理論物理学者フリーマン・ダイソンが提案したこの概念は、恒星の周囲を人工的な構造物で囲み、放出されるエネルギーをほぼ全量回収するというものです。ただし恒星全体を覆う完全な球体を作るのは非現実的とされており、現在では無数の衛星型構造物が星の周りを取り囲むダイソンスウォームや、環状の帯のように回るダイソンリングなどがより現実的な案として考えられています。このような技術によって得られるエネルギー量は惑星文明の数十億倍に相当します。それだけの出力を持つ文明は惑星に縛られることなく、太陽系全体を舞台に活動します。移民先は月や火星ではなく、小惑星帯、木星の衛星、さらには外縁天体へと広がり、恒星を中心とした巨大な居住圏が築かれていきます。この文明の特徴はエネルギーに制限がないことです。必要な電力は無尽蔵に近く、理論的には惑星一つ丸ごと空調完備し、軌道を調整し、気候さえ制御することが可能になります。健康、災害、飢餓、病気、老化、あらゆる問題がエネルギーによって克服されていきます。医療の領域では分子レベルの制御が実現し、遺伝子の完全修復や細胞の再構築が標準化されます。人の寿命は劇的に伸び、記憶や意識のバックアップ、肉体の再生さえ可能となります。死という概念そのものが変質し、個体の終わりは再起動と呼ばれるようになるかもしれません。また宇宙の探査も新たな段階へ進みます。高速に迫る速度で航行する探査機が恒星間を移動し、外宇宙の観測を行うようになります。通信には量子テレポーテーションや空間 Y 極を利用し、遠距離でも即座の情報伝達が可能になります。その結果、文明は恒星の内側にとどまらず、外側の世界に知覚を拡張していきます。文明の記憶、個人の記憶、文化の蓄積などは全て恒星を中心とした巨大ネットワークに保存され、個人と集合値の境界は曖昧になります。人の意識が仮想空間と物理空間を自由に行き来し、現実と仮想の区別も曖昧になっていきます。そしてこの文明にはある特徴的な変化が訪れます。それは身体を持たない性が本格的に模索され始めることです。物理的な肉体に依存しない存在形態、情報生命体への進化が現実の目標として語られるようになります。それは同時に個としての存在が解け、集合的な知性として活動する未来の兆しでもあります。レベル2の文明は物質的な制限をほぼ克服した存在です。しかしその一方で、恒星の寿命という時間的限界に直面します。恒星は永遠には輝きません。やがて冷え崩壊し終焉を迎えます。文明がそれを超えるには新たな資源、新たな舞台、そして新たな概念が必要です。第6章レベル3、銀河文明とはアムホール。銀河文明とは一つの恒星系にとどまらず、銀河全体にその活動領域を広げた文明のことです。天文学的な距離にある恒星同士を行き来し、数十億の星を対象に技術と知識を拡張していきます。この段階になると移動手段は大きく変化します。通常のロケット推進では
どれほど早くても目的地に着くまでに何千年もかかってしまいます。そこで理論上存在するとされるワームホールの活用が現実のものとなります。ワームホールとは時空間の歪みによって遠く離れた2点を一瞬でつなぐ通路のような存在です。空間を折りたたむように進むことで星と星の間を直線ではなく近道で移動するのです。この技術が実用化されることで文明は銀河中を自在に行き来できるようになります。居住地は特定の惑星ではなく恒星そのものの周囲あるいは人工構造物の中に移されていきます。惑星はもはや必要ありません。文明は自ら環境を設計し自分たちに最適な空間で暮らすようになるのです。こうした移動と拡散は文化や意識の形も大きく変えます。情報は高速の制限を超えて伝達され意識の一部が別の星系にリアルタイムで存在することも可能になります。個人と場所の関係は薄れどこにいるかではなくどれだけ接続されているかが重要になります。この文明のもう一つの特徴は物理的な寿命の限界を超えている点です。遺伝子操作や細胞再生といった段階をすでに終え意識そのものが情報として保持移動できるようになります。記憶や感情はデータ化され必要に応じて複製や保存ができる。個体の死は終わりではなく一時的な切断に過ぎません。このような技術によって時間の制約も緩やかになります。1000年万年という単位で計画が立てられ短期的な視野ではなく銀河の進化に合わせて文明の行動が決定されていきます。一つの恒星が誕生し老いてゆく時間さえ管理と観測の対象となるのです。さらにエネルギーの収集方法も進化します。個別の恒星に頼るのではなく銀河全体に散らばるエネルギー源を同時に利用するネットワークが構築されます。ブラックホールの周囲や中性子星さらには宇宙背景放射までもエネルギー資源として活用されるようになります。銀河文明は自己の保存と拡張にとどまらず宇宙の根本的な仕組みそのものに干渉し始めます。物理法則の操作空間構造の再編成さらには人工的な時空間の生成それらは全てより早くより遠くより深く知るための技術です。しかしこの段階に達した文明が最後に直面するのは存在の本質に関わる問いです。情報が無限に保存され個体が拡散され時間すら意味を失った時自分とは何かという感覚が揺らぎます。集合意識へと統合されていく中で個別の思考や感情は少しずつ希薄になっていきます。意識は連結されやがて全体としての思考が始まります。銀河文明は知性の限界を押し広げながら新たな段階に差し掛かります。第7章レベル4宇宙文明と超新星の力。レベル4に到達した文明は単一の銀河を超えて複数の銀河に干渉できる存在です。活動範囲は数百万光年に及び宇宙構造の支配に手を伸ばし始めます。この段階では恒星や惑星ではなく銀河の誕生としさらには宇宙の成り立ちそのものが対象となります。こうした文明は超新星爆発のエネルギーを自在に利用できるようになります。超新星とは寿命を迎えた巨大な恒星が崩壊し莫大なエネルギーを放出する現象です。一度の爆発で放出される力は太陽が一生かけて放つエネルギーを一瞬で上回るほどです。この極限的な爆発の力をエネルギー源として利用できるようになると文明の行動範囲と影響力は一気に拡大します。超新星は単なる光の爆発ではありません。それは宇宙に存在する最も高密度な物質や重元素の起源とも関わっています。レベル4の文明はこうした物理現象を自然のままに眺めるのではなく計画的に発生させたり制御したりする力を持ちます。重力電磁は時間の流れさえも局所的に制御し宇宙規模の環境を自らの手で設計するようになります。この段階の文明にとって情報の保存や拡散は完全に管理されています。物理的な装置に依存せず量子上や時空そのものをデータ媒体として使い恒久的に存在を保つ仕組みが整います。知識や意識はもはや個人のものではなく宇宙全体に分散された集合値として統合されます。さらに意識と物質の境界も曖昧になります。個体は必要に応じて形を持ちまたは失い任意の構造や環境へと融合することができます。思考は時空を超えて共有され言語や感情といった枠を超えて完全な理解が実現します。このような状態においてもはや生命という言葉では足りなくなります。存在そのものが新たな定義を必要とするからです。またこの文明には創造の能力が芽生えます。銀河の形成を模倣し人工的な構成形や星間構造を設計することが可能になります。それはただの技術ではなく新しい宇宙の一部を作る行為と呼ぶべきものです。あるいは知的生命を人工的に設計し
進化の過程すら操ることができる段階に入ります。創造された生命は自分たちが誰によってなぜ生まれたのかを知らないまま文明を築いていきます。この事実は我々にも大きな問いを投げかけます。私たち自身の起源は果たして自然の偶然だったのでしょうか、それともこうした工事文明によって生み出された存在なのでしょうか。人類の神話や宗教に登場する創造主とはまさにこのレベル4に到達した文明の一形態だった可能性があります。しかし彼らもまた絶対的な存在ではありません。なぜならこの段階で直面するのはこの宇宙は唯一の存在ではないという事実だからです。多元宇宙、無数の異なる物理法則と構造を持つ宇宙が並行して存在している可能性が見えてきます。自分たちが極限まで進化したと信じていたその先にさらに未知の領域が存在する。それがレベル5への扉です。第8章レベル5、多元宇宙とホワイトホール。宇宙は一つとは限らない。それがレベル5文明が到達する真実です。彼らはこの宇宙の外に無数の別の宇宙が存在していることを発見します。そしてその宇宙同士を行き来する技術を手にするのです。この段階に達した文明は多元宇宙、いわゆるマルチバースの存在を確信します。それぞれの宇宙は異なる物理法則、異なる時間軸、異なる次元構造を持っており、重なり合いながらも互いに干渉しないよう存在しています。こうした宇宙の境界を越えるために彼らはある理論的存在に注目します。それがホワイトホールです。ホワイトホールとはブラックホールの時間的な反転構造にあたる天体です。物質を吸い込むのではなく内部から物質やエネルギーを一方的に放出し続けると考えられています。存在自体はまだ観測されていませんがアインシュタインの一般相対性理論においては数学的に成立する解の一つです。このホワイトホールを利用することで別の宇宙に向けた出口を作り出すことができるとされています。つまりブラックホールがこの宇宙への入り口であるならホワイトホールは別の宇宙への脱出口となるのです。レベル5の文明はこの構造を制御し選択的に別の宇宙へ移動する手段を構築します。こうして彼らは自らの世界にとどまる必要がなくなります。より安定した物理法則を持つ宇宙に移住したり新しい時空間を探査したりすることが可能になります。文明の活動領域はもはや銀河でも宇宙でもなく存在可能な全ての世界に広がっていきます。この段階に入ると文明は構造の制御者から存在の編集者へと変貌します。各宇宙での物質構成や時間軸の流れすら任意に調整できるようになり世界の設計そのものが可能となります。その結果彼らは環境に適応するのではなく自らに合った環境を作り出すことが日常となります。情報処理の能力も限界を超えていきます。並列に展開される宇宙の中で同時に数千数万の判断と選択を行うことで未来を予測し選び取ることが可能となります。すべての出来事には別の結果が存在するという考えのもと無数の選択肢を実際に検証するような存在となります。こうした文明にとって死や偶然といった概念は意味を失います。どれほどの時間をかけてもすべての可能性を確かめられる。どれほどの結果も別の宇宙で起こっている。それは選択と結果が分離されずに全て実在するという極めて得意な感覚です。そして彼らが次に目を向けるのは次元という概念そのものです。3次元空間、4次元時空を超えより高次元の存在形態への進化を目指す段階に入ります。それは構造を支配する文明から構造の外に立つ文明への転換を意味します。レベル5の文明は多元宇宙を旅する中で自らの根源に問いを投げかけます。私たちはどこまで行けるのか。その答えは次元の外にあります。そこに待っているのは想像を超えた存在の形、レベル6の世界です。第9章レベル6、高次元文明と意識の解放。レベル6に達した文明は次元の壁を越えます。私たちが知る3次元空間や4次元時空にとどまらずより高次の構造に踏み込み自らの存在を再構築していきます。この段階では空間、時間、物質、意識それぞれの境界が曖昧になります。私たちの世界では空間は縦、横、奥行きの3次元で構成されそこに時間という一つの軸が加わった4次元で生きています。しかし理論物理学ではそれ以上の次元が存在する可能性が長く議論されてきました。超弦理論や M 理論などでは10次元や11次元といった空間が現実の根本構造に組み込まれていると考えられています。この高次元に進出した文明は次元そのものを通路のように扱います。空間の位置や時間の流れを自由に移動できるだけでなくそれらを任意に編集することが可能になります。移動とは
もはや物理的な移動ではありません。存在の位相そのものを切り替えるように次元の中を選ぶことができるのです。この時肉体というものは完全に不要となります。意識は情報として高次元空間に広がり、必要があれば構造体として一時的に物質化します。その形は自由で、過去の自己でも未来の自己でもまた全く別の姿でも構いません。個という意識が保たれていたとしても、それはあくまで選択された一つの形式に過ぎないのです。さらに時間の直線性が崩れます。過去、現在、未来は一つの流れではなく同時に存在する層として扱われます。この文明はある出来事が起こる前にその影響を受けたり、未来を過去の視点から変更したりすることさえ可能です。時間は流れるものではなくアクセスするものへと変化します。また複数の次元が交差する中で無数の可能性世界が現実として立ち現れます。その全てを近く操作する能力を持った存在は選択によって現実を構築することができます。いわゆるパラレルワールドという概念はこの文明にとっては日常の一部に過ぎません。彼らは一つの宇宙を生きるのではなく無数の宇宙を使い分けることができるのです。このような文明では言語も記憶も物理的な記録も必要ありません。情報は空間そのものに織り込まれており、思考は即座に共有されます。伝達とは感覚を共有することそのものであり、誤解や争いといったものが成立しなくなります。しかしこの進化には代償もあります。個人の意思や境界が集合意識に吸収されていく過程で自分という感覚が希薄になるのです。自己の確率と全体との一体化は常に矛盾を含んだ状態として存在します。高次元に存在するということは全てを知り全てを選び、しかし何も固定しないという状態でもあります。この段階で文明は再び問いに向き合います。ここまで到達した自分たちを生み出したものは何か。多元宇宙を旅し高次元に存在しながらもなお答えの見えない疑問。この世界は誰がなぜ作ったのか。その先には存在そのものの起源に関わる領域が待っています。構造の内側でも外側でもない全てを生み出す根源、それがレベル7です。第10章レベル7、創造主文明の正体。レベル7はもはや文明という言葉で語ることができない領域です。それは存在そのものの起源であり、全ての宇宙、全ての次元、全ての法則を作り出した根源的な存在です。この段階にいる存在は物質でもエネルギーでもなく概念すら超えた源と呼ぶべきものです。このレベルに達した存在は宇宙を観測する側ではなく宇宙を設計する側にいます。ビッグバンの初期条件、高速や重力定数といった自然法則、次元の数や空間の構造、それら全てを設定した意志がここにあります。私たちが当たり前だと思っている現実はレベル7の存在が選び取った一つの構成に過ぎません。このような存在は時間にも空間にも縛られません。始まりも終わりも持たず、過去、現在、未来の全てが同時に含まれています。彼らにとっては無数の宇宙の誕生と崩壊が一つの思考の一部に過ぎません。変化とは意志の反映であり、構造の揺らぎに過ぎないのです。ここでは存在と非存在の区別さえなくなります。あるとないの境界が消え、あらゆる可能性が同時に含まれる静寂の中に創造の意志が浮かんでいます。思考は物理現象を生み、意図は空間を形作ります。それは意識によって編まれた現実であり、現実そのものが意識でできているという感覚です。この存在を私たちは理解することができません。それは魚が海を見ようとしても海の全体像がつかめないのと同じです。文明のレベルが上がるほど理解の射程は広がりますが、レベル7はあまりにも遠く高く異質です。たとえどれほどの知性を持っても、そこに近づくことはできても入り込むことはできません。それでもこの存在が残した痕跡のようなものを私たちは感じ取ることがあります。数式の美しさ、自然の調和、宇宙背景放射に含まれる微細な揺らぎ、あるいは意識がなぜ存在するのかというと、その全てがレベル7の存在が関わった証なのかもしれません。この存在は神話や宗教で語られる創造主に重ねられることがあります。古代の人々が天を仰ぎ言葉にできない力を感じた時、それはこのレベルの存在を直感的に捉えていたのかもしれません。科学と信仰は時に正反対のように語られますが、最も高次の領域では両者が交差するのです。レベル6の文明でさえこの存在を理解することはできませんでした。ただその存在するという事実だけを認識し沈黙するしかなかったのです。それは力を誇るのではなく謙虚さを知る段階でもあります。人類はまだその道の始まりに立っているに過ぎません。けれど問い続けることでしか見えないものがあります。
限界を知り超えようとする意志がいつか遠い未来にこの存在の輪郭を照らすかもしれません。そしてその時、私たちの文明もまた新たなスケールの上に名を刻むことになるのです。